やば。やば。200ボルト。オフやろ。もう大丈夫か。やば。今回はこちらの小屋の屋根を直します。これらの写真は屋根を解体する前のもの。別の日にあらかじめたるきや破風板などすべて撤去しておいたのですが、ブルーシートに雨が溜まってしまい非常に焦っているようです。奇跡的にうまい具合に穴が開いてくれました。溜まった水が電気系統に降り注ぐのは免れました。万が一のためにブルーシートをかけていましたが、本当に雨が降るとは思っていなかったようです。おはようございます。今日はですね、後ろの井戸がある小屋がありまして、その屋根が抜けてしまったので、簡易的にタルキを打ってガルバリウム、普通の掃除の波板ですね、そちらを貼っていきたいと思います。胸木が傷んでいる箇所があるので、たるきの位置を少し変えることにします。そっかそっか。ごめんなさい、そうやね。すいません。いえ。この日は私が途中まで現場に行けなかったので、最初は GoPro で撮影しながら作業してもらいました。少し画面が揺れますので、三半規管の弱い方はご注意ください。ちなみに私は平行感覚が2くらいです。画面からは伝わりにくいかもしれませんが、すごい体勢で仕事しています。工具を使うとき、安全な使い方や姿勢などがあると思います。丸ノコなども作業台の上で万全の体勢で使うのが理想です。ですが実際の現場では、狭かったり、高い場所だったり、利き腕が使えない状況だったり、安定した体勢で工具を使えないことは結構多いです。ほぼ四つん這いのような状態で作業していると足がプルプルになります。足場板の移動、道具の移動、すべてがやりにくい。作業しにくい状況の時ほどミスなくことを進め、短時間で終わらせたい。この日は曇っていましたが、かなり暑かったので疲労の蓄積も早そうです。
敏腕カメラマンが到着しました。ここからは酔わない映像をお届けします。こういう作業を毎日していれば、筋トレしなくても引き締まった体が維持できそうですね。こちらの小屋は大事なものを保管する場所でもないし、最低限の感じでいいので直してほしい。そんな感じのご依頼です。今回は下地からやり替えていますが、波板を張り替えるだけなら DIY でもできます。材料もホームセンターで全て揃うし、電動工具がなくても取り付けられるので、業者側からすると料金設定が正直難しい工事でもあります。こちらの敷地はとても広く、お家や倉庫などが何軒も建っていました。それぞれを管理するのはとても大変だろうと思います。最低限でいいからと言われるのは正直張り合いがないと思う時もあります。ですが、施主様の要望の背景を知ると納得することも多く、できるだけ答えたいと思います。ちゃん、これアスベストやで。え、その屋根うん。たくさん入ってるよ、アスベスト。有名なやつ。うん。波板を打つ下地の墨をつけます。足場が欲しい。次はたるきの上に酸を取り付けます。この酸に波板が乗ります。最近仲間入りした廃工機の 50mm 高圧釘打ち機を使い、たるきに銅縁を固定しています。リズムよく釘を打っています。この体勢で全てビスを揉むことを想像したらゾッとしますね。めちゃくちゃ気持ちいい。このテルトめっちゃ気持ちいい。小さくて軽く、このような現場では大活躍です。こんな入ってくのっていうぐらい。ガルバリウムの波板を張っていきます。と、その前にはみ出た動物やたるきを切り揃えます。はい、切って。カズさんが撮影しながら、切るのめっちゃ遅いやん、と言ってきます。指、めっちゃ入ってるやん。下地を外にもっと伸ばしたいのですが、建物がバチっていて材料が足りなくなってしまいます。ここは妥協しました。これむずいかも。いけるか？いける？切ったって。頑張って。噛んでいいよ。何が見えん。
カズさんは逆手切りをしたり、左手で切ったりして、アピってきます。ガルバナミータを貼っていきます。胸側を先に仮固定し、全体の角度を決めてから一気に釘固定しました。建物が古い場合はいわゆるバチっていることが多いので、今回は全体を並べてから微調整して固定します。ちなみに8着の波板4枚を半分にカットして使い、ロスは全くありませんでした。パッキンのついたガルバナミ板用のビスを使います。傘釘を使うより安心な気がするので、最近はこればっかり使っています。めっちゃバチっとるね。胸板金の下地を打ちます。胸板金を取り付けます。取らないでと言われましたが、こそっと撮影してます。このような場合、下地は大工さん、屋根は板金屋さんと仕事を分けてしまうのは現実的ではなく、大工さんに屋根までやってもらうか、板金屋さんに下地から施工してもらうかのどちらかで対応したいところです。カズさんは見習い時代、板金の仕事もよくさせてもらったそうです。道理で板金のハサミやらつかみなどの道具が倉庫にいっぱいあるわけだ。ですが、よく切れるお気に入りのハサミがちょっと前から行方不明になっていて、悲しんでいます。逆切っちゃった。どうやら間違えたようです。なんとか一日で井戸のある小屋の屋根が完成しました。事務所に戻り、施工後の写真と動画を確認します。あれ？打ち忘れているところが。マジか。ビスを2本打つために戻ってきました。撮影した時になんで気づかなかったんだろう。単純にビスを打ち忘れていました。施工中、カゴを引っ掛けるためにわざとビスを締めないでいた箇所もそのまま締め忘れていました。気づいてよかったです。あとは大丈夫そうです。今度こそ完成です。
小さなリフォーム工事が終わりました。インスタグラム、ツイッター、TikTok 公式ブログやっています。ぜひ見に来てくださいね。チャンネル登録お願いします。ご視聴ありがとうございました。